本日は防弾少年団の転機となったヒット曲とビルボード記録の歴史について見ていきます。そしてグラミー賞へのその果てしない挑戦を探ります。男性グループの防弾少年団が昨年の6月13日にデビュー10周年を迎えました。彼らの世界的な成功にはキャラクターや関連性、世界観など多くの要素が関与していますが、何よりも歌手の根底にあるのは音楽です。2013年にシングル2 Cool for Schoolでデビューした防弾少年団はデビュー曲 No More Dreamでリアルヒップホップを披露しました。その後も NO、防弾の進撃、ボーイインラブ、デンジやヒップホップ愛好家などの曲をリリースしましたが、期待通りの反響を得られませんでした。それでも彼らは学校3部作シリーズのアルバムを通じて自分たちが直接作業に参加した曲を黙って公開し、チームだけの音楽色を発揮しました。彼らの努力は青春2部作と呼ばれる花様年歌シリーズのアルバムで花を咲かせました。2015年にリリースした花様年歌 PT1 のタイトル曲 I Need You はアーバンスタイルが融合したエレクトロヒップホップ曲で叙情的な過去行きが一般聴衆の好反応を得ました。これによりデビューから2年で音楽番組初の1位を獲得し、目立つ成果を上げました。続いてドープ、ラン、ファイヤーなどを連続してリリースし、韓国の音楽界で確固たる地位を築きました。その間、防弾少年団は日本市場にもドアをノックしました。2014年にシングル No More Dream、ボーイインラブ、デンジャーやフルアルバム、ウェイクアップなどをリリースしてきた防弾少年団は2015年にシングル For You で初めて日本最高権威度伝統のオリコンデイリーチャート1位を獲得しました。その後、日本でリリースしたユース、ブラッドスウェット&ティアーズ、ミックドロップ DNA クリスタルスノーなどの曲がオリコンチャートのトップに立ち、日本全国を席巻しました。韓国と日本市場で好反応を得た防弾少年団はアメリカ大陸に目を向けました。ソーシャルネットワーキングサービスアカウントを通じて世界中のファンと積極的にコミュニケーションをとってきた彼らは北米と南米を中心にツアーを行い、現地のファンと交流しました。これがきっかけでアメリカでも名前が知られるようになりました。このおかげで2015年にリリースしたミニアルバム花様年歌 PT2 でビルボード200、171位に入った防弾少年団はその後もビルボードチャートに名前を連ね、3年後の2018年にはフルアルバムの Love Yourself 歌たティアーでビルボードメインアルバムチャートビルボード201位に上る快挙を成し遂げました。防弾少年団はビルボードメインシングルチャート HOT100 でも一貫して有意義な結果を上げてきました。2017年にリリースした Love Yourself シリーズの初のタイトル曲 DNA が HOT100 に初登場した防弾少年団は2018年にフェイクラブが HOT110 位に入ることで初めてトップ10の壁を越えました。その後、アイドル、ボーイ・ウィズ・ラブ、ブラックスワン、オンなどリリースする曲ごとに HOT100 に入り続けることで人気を証明しました。そして2020年にダイナマイトで該当チャートの頂点に立ち、頂点を極めました。その後も記録の少年団として新たな記録を積み重ねてきました。2020年12月に発表した Life Goes On は韓国語の曲として初めてビルボード HOT100 にエントリーしました。これはビルボードの62年の歴史で初めての出来事で誰もが驚きました。続く2021年6月にリリースした爽快なダンスポップバターもリリース後すぐに HOT100 の1位になりました。特にバターは7週連続で HOT100 の1位を獲得し大記録を樹立しました。そして7月にリリースしたパーミショントゥダンスもリリースと同時に1位を獲得し防弾少年団のブランドパワーを実感させました。また同年10月にはコールドプレイとのコラボレーション曲マイユニバースで再び HOT100 の頂点に立ちました。前年にリリースした8 to Come も HOT100 にエントリーしました。2022年にはビルボードが過去10年間で HOT101 位を最も多く獲得したアーティストは防弾少年団だと発表しました。ソロとしても防弾少年団のメンバーたちは活躍しています。J-HOPE は2019年にリリースしたチキンヌードルスープ、そして昨年リリースしたモア、豪華でビルボード HOT100 にエントリーしました。スガは2020年にリリースしたレクイナで同チャートの76位にランクインしました。ジンは昨年10月に世界的なバンドコールドプレイとのコラボレーションで初のソロシングルザ・アストロノートをリリースし HOT100 で51位に、そして12月に初のソロアルバムをリリースした RM はタイトル曲花火のりで83位にランクインしました。
V は昨年リリースしたドラマ、あの年私たちはの OST、クリスマスツリーで、ジョングクは同年にリリースした5オリジナルウェブトゥーン、セブンフェイツ、チャホーの OST、ステイアライブで、HOT100 に名を連ねました。特にジュミンは、今年4月に初のソロアルバム、フェイスのタイトル曲、Like Crazy で、同チアと1位にランクインし、依然として強力な防弾少年団パワーを示しました。このような結果をもとに、アメリカの授賞式で見事な成果を収めた防弾少年団、残るはグラミー賞だけです。詳しく見ていきましょう。13日にデビュー10周年を迎える防弾少年団。防弾少年団は10年間の活動を通じてグローバルな人気を獲得し、様々な国内外の授賞式でトロフィーを獲得しました。K-POP アーティストとして初めて米国のグラミー賞にノミネートされるなど、今やグラミー賞を受賞するための巨大きな山を登るのを待つだけです。防弾少年団は米国の4大ポップ音楽授賞式と称されるグラミー賞、アメリカンミュージックアワード、ビルボードミュージックアワード、MTV ビデオミュージックアワードで顕著な活躍を見せてきました。まず、防弾少年団は2017年のビルボードミュージックアワードでトップソーシャルアーティスト賞を受賞し、その4大授賞式との絆を深めてきました。その後、2019年にはトップデュオグループ賞を受賞し、2021年にはトップデュオグループ賞、トップソーシャルアーティスト賞、トップソングセールスアーティスト賞、トップセリングソングを受賞し、4冠王に輝きました。さらに2022年のビルボードミュージックアワードでは、防弾少年団はトップデュオグループ、トップソングセールスアーティスト、トップセリングソングの3部門で受賞の栄誉を受けました。アメリカンミュージックアワードでも防弾少年団のグローバルな人気を確認することができました。防弾少年団は2018年にフェイバリットソーシャルアーティスト賞を獲得し、2019年にはツアーオブザイヤー、フェイバリットデュオアグループポップロック部門で名を連ね成長を続けました。その後、防弾少年団は2020年のアメリカンミュージックアワードでフェイバリットデュオアグループポップロック部門、フェイバリットソーシャルアーティスト部門で賞を受賞し、2冠を達成しました。2021年のアメリカンミュージックアワードでは、防弾少年団は年間最優秀アーティスト、最優秀デュオグループポップロック、最優秀ポップソングのトロフィーを獲得し、3部門での受賞となりました。そして翌2022年には最優秀ポップデュオグループ、最優秀 K-POP アーティストの2つの部門で受賞し、5年連続での受賞という偉業を達成し、そのグローバルな地位を確認しました。また、MTV ビデオミュージックアワードでも、防弾少年団は、スハレラ C 成績を残しています。2019年には最優秀グループと最優秀 K-POP を受賞し、2020年には最優秀グループ、最優秀ポップ、最優秀 K-POP、最優秀ダンスの4部門でトロフィーを獲得しました。さらに2022年には年間最優秀グループ賞を受賞し、4年連続での受賞を達成しました。しかし、グラミー賞だけは防弾少年団にとって登るのが難しい山でした。防弾少年団は2019年に受賞者として初めてグラミー賞に出席しました。その後、2020年の第62回グラミー賞ではリルナズ X と共演し、2021年の第63回グラミー賞ではダイナマイトで最優秀ポップデュオグループパフォーマンス部門にノミネートされました。これは K-POP アイドルとして初めてクラシック以外の部門でグラミー賞にノミネートされた瞬間でしたが、残念ながら受賞には至りませんでした。その次の挑戦は2022年の第64回グラミー賞でバターで最優秀ポップデュオグループパフォーマンス部門にノミネートされましたが、残念ながら2度目の受賞挑戦も同イヤーキャット&SGAA のキスミーモアに敗れてしまいました。そして防弾少年団は2023年2月の第65回グラミー賞で最優秀ポップデュオグループパフォーマンス、最優秀ミュージックビデオ、年間最優秀アルバムの3部門にノミネートされ、3年連続でグラミー賞を目指しました。しかし、それぞれの部門でサム・スミス&キム・ペトラス、テイラー・スウィフト、ハリー・スタイルズが受賞し、防弾少年団の3度目の挑戦も叶いませんでした。しかし、これまでの3回の挑戦でグラミー賞に K-POP アーティストとして初めて足跡を残しました。グラミーの壁は高かったですが、防弾少年団はその壁を越えるために絶えず努力し続けてきました。これからも彼らが再びグラミーに挑戦し、K-POP 初の受賞者という新たな記録を作ることを期待しています。今日のニュースはここまでです。もし動画が気に入ったら、いいねやチャンネル登録、通知設定をお願いします。ありがとうございました。さようなら。